にちは。今回は水彩の技法で一番メジャーなウェットインウェットという技法について説明していきます。ウェットインウェットで絵を描いてみたいけれどよくわからないなという初心者の方にもわかりやすいように説明していきたいと思います。ウェットインウェットの技法を使うには紙が重要です。こちら F6 号なので横向いて入れましたが、正面にするとこんな感じです。ランプライトというメイドインジャパンの紙です。コットン 100% です。ウェットインウェットは水をたくさん使うので、吸水性のいい、コットン 100% の紙が一番適しています。最近このランプライトの紙を授業で使うことが多いので、とてもいい紙だなと思いご紹介します。スプリングといってこのワイヤーでつながっているんですけども、これ綺麗にですね剥がせるんですね。点線がついてまして剥がしやすいようになっています。これもすごくいいなという点です。それからですね、珍しいんですけど裏表使えます。そこ素晴らしいですね。コットン 100% の紙は、高価な紙が多いんですけれども、このランプライトは一番お手頃な価格かなと思います。でブロックタイプももちろんあります。ではですね、ちょっとお花を描いていこうと思います。これは、イエローレモンです。これをたっぷり溶いていただいて、でこのコットン 100% のランプライトの紙にこのように、花の形を描いていきます。濃さがこのぐらいですね。あまり薄くしないように、お水っぽくなりすぎないようにしてください。これ今お水は引いていません。直接、描いています。ではもう一つお花を描いていきます。いつも描いているのと、どういうふうに違うのかということで比較してみようと思いますので、ちょっと2つですね、お花を描いてみます。これ濃さは、1つ目と同じで描いていただければと思います。ではここでウェットインウェットの技法を使います。オレンジ色を作ってこの花にオレンジをぼかしていきます。こちらは、バーミリオンですね。バーミリオンをイエローに混ぜて、先ほど塗った花の黄色の色が乾く前にこのように色を、入れていきます。この時にこのオレンジ色の色を見ていただくとぼやーっとですね、下が濡れているのでぼやけていきます。このように下の色が濡れてるうちに次の色を入れることをウェットインウェットと言います。でバーミリオンをですねだんだん濃くして、グラデーションを作っていきます。で色がぼやーっとですね広がっていきますので、ちょっとここのコントロール難しいんですけれども、ちょんちょんとですね入れていきます。でお花の真ん中の、芯の部分を作りたいので、このようにティッシュでですね、濡れているうちに取ります。で左側の花も、濡れている、まだ黄色が濡れているので取ってしまいます。はい、でこれがですね右側のお花の方ウェットインウェットになります。さらに濃い色をぼかしていきます。今度は、クリムソンですね、クリムソンをこのオレンジ色に足して、もう少し赤をですね濃くしていただいて、この濃い色をオレンジの色の中に入れていきます。まだ濡れていますのでこのようにですねぼやっと広がっていきます。これもウェットインウェットです。
左側の花が乾いたことを確認して、今度はですね左の花の方に色を入れていきます。これはウェットインウェットではありません。下が乾いていますので、今度は違う技法になります。下が乾いていますので、その上にこのように色を重ねていく塗り方です。皆さんもこのようにですね絵を描いている方が多いんじゃないかなと思います。下が乾いているのでにじまないですね。広がらないで絵の具が止まっています。これ普通の描き方なんですけれども、これにもですね名前がありまして、これはウェットオンドライと言います。下がね乾いていますのでドライという言葉が出てきます。で線がですね外側に出るわけですね。端っこにですね、これのことをエッジと言います。端っこに出る線っていうことですね。はい、では左側がウェットオンドライ、右側がウェットインウェットの技法を使いました。ではポイントだけを押さえていきましょう。ウェットインウェットは下が濡れているところに絵の具を加えることです。下が濡れていますので、このように周りがですねぼやっとぼやけます。これがウェットインウェットの技法になります。そして今度はウェットオンドライです。ウェットオンドライは下が濡れていませんので、くっきりとした線になって、境界線が現れます。このように、2つの大きな違いがあるわけです。こっちがウェットオンドライ、こっちがウェットインウェットです。この端に出る線のことをエッジと呼びます。ではこの2つのお花を一旦乾かして続きを描いていきたいと思います。サップグリーンを溶きます。サップグリーンにイエローを足して少し明るめの緑にします。花の中心を描きます。光を少し残してですね、この色を塗っていきたいと思います。サップグリーンにビリジャンヒューを加えて色味を少し変えます。少し青緑になりますので、ビリジャンヒューがない方は少々プルシャンブルーなどを加えていただくといいと思います。花びらの色にクリムソンを加えた色で花びらの陰影を入れます。先ほどの陰影の色にバントシェンナーを少々加えて色を濁らせてから
ちょっとですね暗い色が欲しいのでウルトラマリンを少々足して暗くします。では右側の花に、左の花のように、ちょっと花びらの重なりを描いていきたいと思います。もう下は濡れていませんのでこれはドライでですね、陰影をつけて花びらがあるように見せていきます。確認していきます。右側の描き方がウェットインウェット、濡れているところに濡れているものを入れるとなります。左側の描き方がウェットオンドライとなります。乾いている上に濡れているものを乗せるという意味です。少し詳細を加えます。ちょっと花の陰影としてですね少しディテールを描いていきたいと思います。これは最後の仕上げなので、ウェットインウェットではなくてドライでですね薄めに絵の具を薄めにしてこのように描き加えていきます。もう一つ技法を加えたいと思います。この花の形なんですけどなんか大きさが花びらの大きさが揃ってなくて形が変ですね。これをちょっと直していきたいと思います。これはナイロンの筆です。こういう硬い毛の筆にお水をつけて絵の具をですねこのように拭うわけですね。でこれはリフトアウトという技法です。お水で絵の具を浮かせてそれを取るという意味になります。でこのランプライトの紙はコットン 100% の紙なんですけれども、不思議とですね絵の具が取れます。コットン 100% の紙は吸水性がいいので絵の具が奥まで入るので取れない紙が多いんですけども、ゴシゴシ取らないとね取らない、完全に洗ってしまったりしないと取れない紙が多いんですが、このランプライトはですねこのように表面でですね絵の具が止まってくれていてこの部分がこのようにきれいに取れます。ですので初めてウェットインウェットをやる方、にはすごく適しているね紙だと思います。で値段も安いのでいいなと思います。これおすすめです。このようにですね簡単に取れます。これ今エッジを取ってるですね。エッジを薄めているってことですね。ですので、エッジが立ちすぎてしまって嫌だなと思ったら、このように薄めることができます。はい、では確認です。リフトアウトと言います。絵の具を浮かせて拭い取るという意味です。では下の方にも、記録しておきます。こちらがですねお水を引いて、絵の具を入れてぼかす技法です。ウェットインウェットですね。右上の花の技法になります。こちらがエッジ、端という意味になります。鋭く線が出ることですね。これをエッジと言います。はい、ではウェットインウェットの技法いかがでしたでしょうか。普段使っている技法が、ウェットオンドライで、
ウェットインウェットとの違いご理解いただけたらいいなと思います。ウェットインウェットは舌が濡れているのでどれだけの、絵の具の量、お水の量で描けばいいのかわからないという、ご意見よく多いんですけれども、こちらはもう慣れです。何度でも、チャレンジして、使えるようになっていただければと思います。では今回は最後に筆の洗い方を説明します。筆の根元までしっかり洗って、でこうやってお水を切った時にお水に絵の具の色が入ってなければ OK です。ちょっともうお水汚れているんですけれども、後で水道でまたきれいなお水で洗います。ジャボ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 と洗ってお水を切った時に絵の具が出ない、このようになるまで何度でもしっかりと洗ってください。絵の具の色出ないですね。はい、こんな感じです。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。